関係ありすぎてるな。何の話するの？応援でなんとかなると思ってるの可愛い。運営に対するヘイト高いな。お前壊されてるから確認できないんだよね。怪力で壊させることが目的だったのかな。こいつポンコツだろ。だけど難しい。新しい施設が出る。チュートリアル来るのかって感じしちゃうよね。2回目の魔女裁判。みんなの沈黙が重い。前回事件解決するの3時間かかったからな。またこんなことするんですの？疑い合うなんて、もうたくさんですわ。別に無理に参加しなくてもいいんじゃないかしら。欠席裁判になっても文句がないなら。ね。それは、大丈夫です。きっと今回も真犯人を見つけられますよ。別に、真犯人が見つからないことを心配してるわけではなくて、そもそも、こんなやり方が。心配事がないというなら、早く議論を始めましょう。私たちが取れる選択肢は、そう多くはないのだから。こんな狂ったことを平然と続けようなんて、まともなやつの方が少ねえのか。自分だけまともアピールうっちゃ。メンタル弱々で怖がってるだけなの正当化しないでくれます。んだとてめえ。喧嘩をしてしまうと、この後の話し合いに差し支えが出てしまうのではないかと。ミリアの一件です。人間関係ありすぎてるな。話し合いというよりは殺し合いでは問題ない。確かにアンアンちゃんの言う通りね。だってこの議論には命がかかっているのだもの。みんなピリピリしてる。2人目の仲間が殺されて、しかもこの中に殺人犯がいるんだから当然だよね。まずは事件の内容について確認しましょう。ですね。お互いの前提に行き違いがあったらまともに議論できませんし。いいんじゃね？部屋の中見てないやつもいるかもだし。あのぐちゃぐちゃになった死体とかさ。では、話にも出たことですし、死体の状況から話しましょうか。この中に犯人がいるなんて。そんな、エマさん。何？メルルちゃん。メルルちゃんまたサポーターなの？皆さんの中から魔女を見つけるなんて、気が進むものではないと思いますが。どういうポジションなの？ファイトです。うん。ミリアちゃんのためにも、頑張らないと。メルルちゃんが犯人になったらどういうポジション来るんだ？何の話するの？事件の現場は懲罰房ですね。最初に発見したのは誰でしょう？犯人ちゃんだね。死体を発見したのは、私とココさんですわ。ココもいたの1時頃だったと思いますわ。ちょっと気になることがあって懲罰房に行ったんだよ。そしたら途中でお嬢と出会って。これでメモ外したのか？気になることってなんだよ。それはラウンジに怪しい張り紙があったんですわ。メモを見たんだよ。それには懲罰房で拷問が行われるみたいなことが書いてあって、犯人の誘導だよね。とココさんもそれが気になってしまったんですわ。第一発見者。そんな悪趣味なもん見に行ったのか。別に私が何しようが勝手だろう。いくらミリアさんがみんなの邪魔をした人だからって拷問だなんて許せませんわ。それで私たちはメモに書かれていた通り懲罰房に行ったんですわ。言ったよね。ココさんとはその時偶然出会っただけで何もやましいことはありませんわ。偶然か？第一発見者ですか。怪しいですね。言いがかりですわ。ともかくその後、ココさんが懲罰房の扉の覗き窓から中を覗いたんですわ。そしたらあいつが死んでたんだよ。拘束されて血まみれで。拘束されてたね。その時中には誰もいなかった。その状況がおかしい。そうして私とエマさんが呼ばれたんですね。緊急事態だと思いましたし、急いでみんなを呼びに行ったんですわ。それで私が駆けつけて、鍵がかかってたので壊しちゃいましたね。パコーン。怪力ゴリラ女。終わりか？役に立った時ぐらい素直に褒めてくれたっていいじゃないですか。プンプン。めっちゃ長いな。死体の第一発見者は事件の全容だね。ハンナちゃんとココちゃんか。そうですね。お話からするとそうなるみたいです。だけどあの証言、どこかおかしいような。もう一度調べたことを確認してみよう。おかしい証言あった。聞いていくしかないよね。21時。メモの内容と違う。19時、20時、懲罰房で拷問症。時間違うな。違うぞ。でもハンナちゃん、それっておかしくないかな。何がですの？これ、ラウンジに貼ってあったメモなんだけど、ハンナちゃんの言ったことと違ってないかな。確かに、文面はうろ覚えでしたわ。文面っていうか、僕が言ってるのは書かれてる時間のことなんだ。二人が死体を発見したのは21時なんだよね。でも、ここに書かれている時間は20時。どうして1時間も違うのかな。この間何をしてたの？それは、おめえら、嘘ついたのか。違うって。もう分かったって。正直に言うよ。お嬢がどうして1時間ずれてたのかは私も知らないけど、私は、わざとずらしたの。疑われたくないから？わざとって、それはどうして？だってさ、
こんなメモ、どう考えても怪しいじゃん。夜中に人目のつかないとこにおびき寄せようとしてるし。ココが見つけて一人で行きたくなかったから、当のハンナを待ったのか。言ったら殺されるに決まってるっしょ。だから私はあえて時間ずらしたんだよ。文句ある？これ犯人にとっては誤算だったのかな。そうだったんですの？全然そんなこと思い当たりませんでしたわ。私と会ってよかったな、マジで。一人だったらお嬢も死体になってたかもよ。マジですの？まあだからさ、時間ずらしてお嬢と二人になったなら危なくないかなって思ったんだよ。だから沢渡ここはそう待ったんだよね。私のこと信頼してくれてたんですね。まあ襲われてもおとりにはなるだろうし、お嬢なら襲いかかってきても返り討ちにできそうだしさ。ひどい理由でしたわ。ココちゃんが遅れて行った理由は分かったわ。じゃあハンナちゃんはどうして遅れたのかしら。実は私が懲罰房に行くのは2度目だったんですわ。2度目？ 1度目はココさんと出会う前、時間通りに20時に行っていたんです。ハンナメモ見たのか。ちなみにその時はアンアンさんと一緒でした。そうだ。私は20時前ラウンジであの文章を見つけましたわ。でもどうしたらいいか迷ってて、この段階ではまだ言ってないの。そしたらアンアンさんがやってきたんです。それで事情を話して20時に2人で一緒に行ったんですの。けれどその時懲罰房の中から悲鳴が聞こえてきて。誰の悲鳴だ？悲鳴？あの時。それにしてもこの建物はやっぱり薄気味悪いですわね。拷問症だなんて悪趣味にも程がありますわ。なんとか止められないものでしょうか。わからない。でも黙って見過ごすわけにも。スマホの音声じゃないかな。行ってみて。ダメそうなら帰ればいい。アラーム機能で声を録音して流したんじゃないかな。そうですわね。とにかく行ってみも。大丈夫か？ちょっとつまずいただけですわ。もう薄暗くて足元が見えにくいですわ。確かこのスマホライトをつける機能が。あら、どうやってつけるんでしたっけ？音声メモ？これじゃなくて。これ重要なワードって言ってない。これ関係ないことなんで喋ってんだ。音楽を流すだけじゃなくてアラームで音声メモを流せると思うんだよね。ミリアの声。悲鳴でしたわ。拷問始まったのか。そんな。ミリアに入れ替われば自分で録音もできるよね。アンアンさん、顔色が優れませんわ。この時間に生きてるって思わせて、もう死んでるんだよ、この時点で。戻ろう。そうして私たちは恐ろしくなって帰ったんですの。そうそう。これがその時間違って録音した音声メモのデータですわ。死亡時刻の偽装だよね。我が輩たちはその後医務室に行った。桜庭エマのスマホ、支給されたスマートフォン、エマをイメージしたスマホカバーが取り付けられている。佐伯ミリアのスマホ用の通話履歴が残っている。つまり佐伯ミリアと通話したっていう履歴が証拠になる。ハンナの録音データ、会話の音声が録音されている。なるほど。ハンナのスマホで録音したんだ、間違えて。その時の状況でミリアの声がしたっていう証拠になるのか。でもそのミリアの声すらも音声メモじゃないかな。不明でしたが拷問始まったのか。今回声とか姿重要だな。それであの時顔色が優れなかったんですね。私たちが医務室に行くとそこにはメルルさんがいましたわ。20時過ぎ頃医務室にお二人が来たんです。その後はアンアンさんだけが残って、私はその後やっぱりまたミリアさんのことが気になって戻ったんですわ。それはどうしてかしら。だって拷問されてるなんて放っておけませんもの。せめて外から応援くらいは。あらあら、ミリアちゃんの悲鳴をもっと近くで聞こうとしてたなんていい趣味ね。応援でなんとかなると思ってるの可愛いね。そんなわけありませんわ。とにかく気になってもう一度行ったんですの。そして行く途中でココさんに出会ったんですわ。だとさ。なるほど、そんな経緯だったんですね。しかしそうなると一つ分かったことがありますね。何がですの？犯行時刻です。悲鳴が聞こえた20時から21時の間、その間にミリアさんが殺害されたということになりますよね。犯行時刻を20時から21時の間にさせたかったんでしょ。実際違うね。その間にアリバイがあった人は犯行が不可能です。けどその間って1時間もあるのよね。1時間ずっとアリバイがある人なんているのかしら。メルルさんとアンアンさんは医務室にいたから無理だと思いますわ。他の人はどうでしょうか。卑急なこともあったのに、みんな好き好んで一緒にいるなんて雰囲気じゃなかったろ。密室殺人でもあるし、誰がやったかもわかんないような状況になってるよね。そうね、私もアリバイの証明は無理よ。僕もその時は一人だったかも。私もそうね。誰でも可能性があるんだよね。私はお嬢とは会ったけど別にずっと見張ってたわけじゃないし、私もココさんと会う前にココさんが犯行できたかどうかまでは分かりませんわ。と
当然私はやってないけど、でもお互いにアリバイは証明できないってこと。となれば、私も含めてメルルさんとアンアンさん以外の全員に犯行が可能だったということになりますね。8時から9時の1時間という前提だったらね。とはいえ、死亡推定時刻が分かったのは大きな収穫です。他にも発見した死体の状況をおさらいして、認識を合わせておきましょう。何か新たな事実がわかるかもしれません。尋問開始。改めて、被害者は佐伯ミリアさんです。鍵のかかった懲罰棒の中、貼り付けにされた状態で発見されましたね。ミリアさんの遺体には複数の刺し傷がありました。少し調べてみましたが、何度刺されたかわからないぐらいぐちゃぐちゃで。まだ生きてたんじゃない？メルルさんには検証を手伝ってもらいました。ご協力感謝ですね。笑って言うことじゃねえだろ。とにかく犯人は懲罰棒で拘束されたミリアさんのお腹をめった出しにして殺害したということですね。ではその凶器は何だったのかしら。ナイフ。胸に刺さっていたナイフですね。おそらく懲罰棒の備品でしょう。それはわからない。切れ味の鋭い刃物は切られたことにも気づかないというわ。逆に言えば今回みたいなボロボロの刃物。時間をかかって死んだ。痛みを与えられて効率的に拷問ができるというわけですね。拷問だよ。そういうこと。な悪趣味な考察はどうでもいいんだよ。時間かかったんじゃない？致命傷ではないんじゃない？遺体の状況に大きな間違いはなさそうかな。エマさん、少しだけ今の証言違和感がありませんでしたか？そうかな。ちょっと確認してみるね。メルルちゃんはミリアちゃんの死体を詳しく見てるはず。ならその違和感はもしかして。死体状況か。佐伯ミリアの下写真。めった刺しされていた。刺し傷は胸と腹部にある。事件現場は懲罰棒だね。被害者は佐伯ミリアだね。死因は腹部の刺し傷ではない。お腹はめった刺しされてるよね。胸最後一突きなんだよね。胸に刺さっていたナイフです。ナイフは凶器では、いや、ナイフ凶器。別の凶器がある。懲罰棒のものではない。凶器ナイフだけでしょ。食べついてボロボロだから切れ味残ってるナイフ。懲罰棒のものではない。これか。そのナイフ、本当に懲罰棒の備品なのかな？現場には拷問器具が揃ってたわ。ナイフぐらいあっても。ああ、拷問用のナイフだから刃こぼれしてるのか。古臭さも他の器具と同じぐらいな気がします。外から持ち込まれた可能性は低いんじゃないでしょうか。でももしあのナイフが外部から持ち込まれたものだとして何か問題はあるのかしら。そこまでは考えてなかったけど。時間がないの。寄り道をしている暇はないわ。これ全部反応みたいな、間違えて。死因は腹部の刺し傷。あ、これか。ナイフが刺さっていた位置が胸部だから、胸部だよね、死因。変わってるな。待って。死因は腹部の刺し傷。本当にそうなのかな？そりゃあんなに刺されたら当然死ぬだろ。でも、死体の状況を見てほしいんだ。出るからね。これ、ミリアちゃんの胸からも血が出てるよね。はい。それは心臓を狙った刺し傷のようですね。心臓？じゃあ死因は？死因は胸の傷だったんじゃないかな。だってお腹を何度も刺したなら、その後にわざわざ心臓を刺す必要なんてないと思うんだ。だからミリアちゃんは、胸を刺されて殺された後でお腹を刺された。順番逆なんだ。そう考えることもできるんじゃないかな。ちょっと待てよ。だからって、死んだ後で腹を刺す理由なんてあるのか？それは。ではこう考えるのはどうかしら。腹を刺す理由。お腹を刺してもなかなか死ななかったから心臓を刺した。でね、そう、それはまるで吸血鬼の心臓に杭を打つように相手が死ななかったからとどめを刺したのよ。そういえば獄長さんが魔女は簡単に死なないって言ってたような。もしかしたらマーゴさんの言っていたように、最初はお腹を刺しても死ななかったのかもしれませんわ。なるほど、そういう考えもありそうです。おそらくどちらの場合であっても、最終的な死因としては胸の刺し傷になりそうですね。つまり、死因は胸の刺し傷で良さそうですね。発言を訂正しておきますね。でもよ、それがなんか事件に関係あんのか？胸の傷が先だろうが、腹の傷が先だろうが、大して変わんねえだろ。確かに死因は変わらないけど死因をはっきりさせることに意味はあると思うわ。本当？具体的に何がわかんのさ？少なくとも非常に強い殺意があったことがわかるわね。確かに。どう考えても犯人は殺すつもりで攻撃したということですもんね。非常に強い殺意ね。ならさ、疑わしい人物なんて一人しかいないんじゃねえの？動機だよね。それって、私のことかしら。なのかちゃん。確かに私が疑わしいのは否定しないわ。銃使うよね。あ、でも銃使ったらバレるか。それって自白？客観的な事実だもの。でも私は別の人物が疑わしいと思うわ。そんなやついんの？獄長よ。運営か。獄長って、あのフクロウがナイフでザクザク刺したって思ってんのか？正確には
あれを操る人物、つまり黒幕、もしくはそれに準ずるこの牢屋敷の運営組織のことよ。運営に対するヘイト高いな。私が前に言ったことは覚えているかしら。佐伯ミリアが黒幕の可能性がある。残念だけど調べた結果、その証拠は見つからなかったわ。はぁ、勘違いだったってこと？勘違いです。あそこまで殺意向けてたの。ええ、私のミスよ。ごめんなさい。黒部なのか疑われるでしょ。おめえ銃撃までしておいて。私が言っても意味はないけれど、でもだからこそ私は運営の関与を疑っているわ。それも間違えてるよ。私が疑っていたことでスケープゴートにされたのか、まあ、それはあり得る。それとも何か黒幕につながる秘密を握ってしまったのか。一番先に疑われるのは黒部なのかだからな。もしかするとあの気球の事件、あれ自体が佐伯ミリアを脅して起こさせた運営の差し金なのかもしれないわ。そんなことありえんのか。すごい解釈してない。それについて説明する前に教えてほしいことがあるの。運営が関与しちゃうとね、この状況の意味がわかんないからね。殺し合わせるために環境を作ってるんだから、運営が関与するわけないんだよね。当のハンナ、あなたが佐伯ミリアの死体を発見した状況をもう一度詳しく教えてちょうだい。あの時は、最初にアンアンさんと一緒にミリアさんの悲鳴を聞いたのが20時でしたわ。こんな可愛く歩いてる。その後、医務室にアンアンさんを置いて21時にもう一度行ったんですの。その時偶然食堂側から出てきたココさんと一緒になったんです。そして懲罰房に行って2人で覗き窓を覗いたらミリアさんが死んでたんですのよ。だから開けようとしたんですけど鍵がかかっていて。声を聞いただけで状況分かってないからね。それでそこの怪力ゴリラを連れてきて鍵を壊させたの。もしかしたらまだ生きてるかもしんないし、暗くてよく見えなかったからさ。確かにその時扉は開きませんでしたね。だから壊したんですけど。いや、ですから私はゴリラじゃないんですってば。ともかくこれで一つの事実が分かったわ。事実？ええ、それは私たちの中に犯人はいないということよ。何言ってんだ。どういうこと？私から話をさせてもらうわ。めちゃくちゃクールに話してるけど、全部間違えてない。当のハンナと沢渡ココの証言によれば、死体を発見した当時、あの部屋は密室だったということよ。ここにいる私たちには鍵を開けることはおろか、鍵をかけることすらできなかった。なら誰にも犯行は不可能だったことになる。自分自身ならできるよ。誰にも犯行が不可能って。ならあいつはどうやって死んだんだよ。自殺ならできるよ。自殺か事故か、それとも病死とか言う気？そんなんありえねえだろ。さっきと言ってること違うんじゃねえの？いいえ、他殺だったことは否定しないわ。私の主張は犯人は私たちの中にいないというだけよ。だって鍵を開けるなんてこの施設の管理者にしかできないはずだもの。それはそうなんだよ。それで獄長が殺したって言いたいのか。ええ、懲罰房の鍵を自由に開けることができた運営が犯人よ。私たちにはできない。なぜなら鍵が閉まっていたのだから。拷問中に殺してしまったか、もしくは最初から口封じが目的だったのか。何にせよ運営側が私たちに佐伯ミリアを殺した罪をなすりつけようとしているだけ。それがこの事件の真相よ。運営が犯人？確かに僕たちの中に犯人がいないとも信じたいけど、そのためにもナノカちゃんの推理が間違ってないか検証してみよう。まず鍵だね。この鍵はね、娯楽室の棚の鍵が閉まってたから、この鍵なんじゃないかな。この鍵は錠の鍵とは関係ない。確認の術もないんだよね。鍵穴がはまるかどうかなんだけど、錠前壊されてるから確認できないんだよね。何の鍵なのか。これを錠の鍵だと思わせてるけど、錠の鍵じゃなさそう。誰も出入りできない状況。密室なんだよね、完全に。鍵なんか手に入ったら絶対運営側だから、鍵の手に入れ方ずっと考えてたけど、入れ替わったと思うんだよね。入れ替わって自分で刺して戻るまで待ったんでしょ。自殺かな？事故か？自殺だった。これでいけると思う。いや、無理か。やっぱりミリアちゃんは自殺だったんじゃないかな。でもミリアちゃんは拘束されて拘束されてるよね。疲れて死亡。自殺だとするには無理があるんじゃないかしら。そこも気になるな。エマさん、もしやどうしても自殺と思い込ませたい理由でもありますの？怪しい。そんなことない。変な疑いをかけられちゃった。みんなからの印象が悪くなったかも。自殺無理か。そうだよね。現場の状況から考えて無理がある主張は議論を混乱させるだけ。事故か？事故死ではない。病死でもない。できない。誰でも鍵を開けられた。開けられない。口の中入ってるから。元から開いてたのかも。元から開いてたらどうやって閉めるんだよ。鍵がかかっていても殺せる。能力使えば殺せるよね。元から開いてた。他の懲罰棒鍵閉まってるから元から開いてたら無理だね。誰でも鍵が開けられた。鍵手に入れられないと無理でしょ。鍵がかかっていても殺せる。なのかちゃん、
密室だと本当に犯行はできなかったのかな。僕たちはもう部屋に入らずに殺人を犯す方法を知ってるよね。前回の事件だよね。城ヶ崎ノアの事件のことを言ってるのかしら。魔法を使ってね。そう、長槍を作って。隙間ないよね、今回。エマちゃん、官房と懲罰棒では条件が違うでしょ。思ってできるような穴しかないもんね。懲罰棒の扉から槍は入んないっしょ。あ、そっか。現場をよく見て話してくださいまし。お説教されちゃった。元から開いてたのかも。その可能性聞いてみる。元から開いてた？嘘でしょ？確かになのかちゃんの言うことはもっともだけど、でも、最初から鍵が開いてた可能性もあるんじゃないかな。鍵が閉まってたってわかんないからね。どういうことかしら。もしもの話だけど、犯行前から鍵が開いてたとしたら、誰でも中に入れるんじゃないかな。鍵が開いていた。そんなわけないでしょ。鍵が開いてたらミリア出られるもんね。懲罰棒は運営に反抗した囚人を捕らえるためのもの。鍵がかかっていないなら、この部屋の意味がないじゃない。でも、ミリアちゃんは拘束されたんだ。懲罰棒の扉が開いてたとしても、逃げることができないはずだよ。つうかさ、あいつら拷問傷しようとしてたんだろ。だったら鍵が開いてたってなんもおかしくないんじゃねえの。そんなわけない。佐伯ミリアを隔離するために、奴らは誰も入れないよう鍵をかけていたはず。鍵はかかっていた。懲罰棒の鍵を持っていない私たちに、犯行は不可能よ。鍵の意味ないもんね。懲罰棒の鍵？それって、それなら説明できるかもしれませんよ。私たちはこの鍵をとある場所で見つけました。その鍵はミリアさんの死体から発見されました。つまりこれを使えば扉の鍵を自由に開け閉めできるはずです。ののかさんの推理は間違いですね。そんな。懲罰棒鍵、普通に落ちてんの？まあどうやって中から鍵をかけたのかはわかりませんけどね。でも鍵をミリアさんが持っていたのは間違いありません。これで懲罰棒に入るのは誰でもできたってことですね。中から鍵をかけた。鍵かけて、中に鍵入れて、入れ替わって、その中入れたとかじゃないのかな。どういう状況なんだ、鍵閉めるって。それは懲罰棒の鍵じゃないわ。そんなはずない。これは普通の鍵でしょ。あら、どうしてそんなことが言い切れるのかしら。材質は似ているみたいだし、懲罰棒の鍵だとしても不自然ではないと思うけど。今では確認できないけど、踏んだ起因をしている。これで同じ鍵だと思っちゃうけどね。これを女王の鍵だと思わせてるんじゃないか。でも本当のはずよ。その鍵は懲罰棒の扉についていた錠前には合わないはず。でも錠前の方は私が壊してしまいましたし、確認は取れませんね。これまで予想してたのか。怪力で壊させることが目的だったのかな。女王を壊したら確認できないもんね。それにしてもなのかさん、どうしてこれが懲罰棒の鍵じゃないって思ったんですか？それは。なのかちゃん？なんでわかったの？慣れないことはするものではないわね。新しい証拠を提出するわ。え？みんなで好きに見てちょうだい。証拠あるのまだ。これって、鍵ですわ。女王の鍵持ってるの？この鍵は懲罰棒の中で拾ったのよ。懲魔女使い。罰棒の中ってどういうこと？懲罰棒の中で鍵を拾った。一回捕まってたもんね。懲罰棒の鍵。なのかが証拠品として提出した鍵。懲罰棒の扉を開く鍵らしい。懲罰棒の中に落ちてたものをなのかが拾った。犯人想定してなかったんじゃない？本物出てきたことによって、これは懲罰棒の鍵じゃないってことがわかるよ。私の見たことを正直に証言するわ。信じるかどうかはあなたたちに任せるけれど。まだ証拠出るのか。私がこの鍵を手に入れたのは懲罰棒の中よ。私が今日懲罰棒に行ったのは20時過ぎ。当のハンナたちが去ったのを確認して入れ違いで懲罰棒へと入ったわ。え？見たったの？私たちのこと見てたんですの？ええ。何やら騒がしかったのもあってね。目撃した？私が懲罰棒の扉を開けた時、鍵はかかっていなかったわ。入ったの？そうして私が部屋に入ると、すでに佐伯ミリアは血まみれの死体になっていた。元から死んでたんでしょ。じゃあなのかさんは21時に発見するよりも前に死体を発見していたってことですね。そういうことね。私は中に入って血まみれの佐伯ミリアの脈を取って死亡を確認したわ。目撃者いたんだ。この鍵が懲罰棒の床に落ちているのを見つけたのもその時。扉の錠前に入れてみたら鍵をかけることができた。それ言ったら話縛るもんね。部屋に鍵をかけたのは私よ。なんでそんなこと。鍵を持っているのは獄長や看守、運営のはず。だったら私たちの中に犯人はいない。こいつ何やってんだ。だから分かりやすくしただけよ。私たちが一致団結できるようにね。余計にバーらしてる。嘘つきじゃん。今のも口から出まかせかもしんないし。どちらにせよ、私が本当の第一発見者の時点で一番の容疑者であることは免れないでしょうね。こいつポンコツだろ。私が見た時すでに佐伯ミリアは死んでいた。そして落ちていた鍵をかけたの。何かおかしいかしら。あっていいな。終わりだっての。こいつ嘘つき。甘んじて受け入れるわ。ごめんなさい。
なのかちゃんが嘘を言っているようには見えないいや、開いてたのか。エマさん、今の話、これまでの話と矛盾していませんか？鍵なんかかかってなかったのか。そうかも。なのかちゃんの言葉、指摘してみよう。これ密室じゃなくなるな。誰でも出入りできたな。入れ替わりなんかしなくても殺せたよね。私が見た時ミリア確認してるからそこにいなかったらおかしいでしょ。すでにさ鍵は落ちていなかった。それわかんない。見てないもん。佐伯ミリア時系列が成立しない。時系列が成立しない時刻みたい。20時過ぎ。これなのか見たのか。じゃあ、鍵落ちてたのか。じゃあ、犯人も使えたよね。鍵は落ちていなかった。鍵は落ちていなかったこと証明できないやろ。時系列おかしいのか。ちょっと待って。その時系列っておかしくない？何がおかしいのかしら。それは、これと矛盾してる気がするんだけど。拷問章と書かれたメモ。ここ外してるからおかしいな。21時にもう一回見に行ったんでしょ。ここら辺の時間が曖昧だな。それは、私が見たメモですわね。私もラウンジでそのメモを見て懲罰房へ向かったわ。見たのか。うん。これまで出た証言とは、何ら矛盾はないように思えますが、そうだね。そうなんだけど、仮になのかちゃんの証言が正しいとすれば20時過ぎの時点でミリアちゃんは死んでいたわけよね。そうなると20時に拷問章という内容には矛盾があるかもしれないわね。拷問は行われていなかったわけだし、時間は絶対ずらしてんだよね。すげえ速度で拷問したんじゃねえの。20時に始まって20時ちょい過ぎに終わったとか。それ拷問っていう？本当に拷問が行われていたかどうか、それが確かめられればいいのだけれど。そうか、エマさん。着眼点は間違っていないかもしれません。電話？時系列の明らかな矛盾とは言い切れないかもしれませんが、当時の状況を示す証拠があれば、なのかさんの説明と照らし合わせられるかもしれません。それって、もしかして。声だよね。死亡してるはずなのに、声がしたって聞いてるもんね。じゃあその声が間違ってんだよね。声だよね。あんな録音データ。ここまで、録音にもあると。繋げるの難しい。アンナちゃんはミリアちゃんの悲鳴を聞いているんだよね。ええ、そうですわ。間違いなくミリアさんの声でしたわ。でも、なのかちゃんの話では、ハンナちゃんと入れ違いで懲罰房に行って死体を見つけた。そうだったよね。ええ、その間は1分もなかったはずよ。じゃあ、悲鳴を上げたミリアちゃんっていつ死んだのかな？悲鳴を上げるはずがないんだよね。もう死んでるはずなのに。そうね、それは確かに私も疑問ね。私は当のハンナと夏目アンアンが出ていくのを確認してから懲罰房へと向かったわ。みんなも知っている通り、懲罰房までへの道は一本道。2人が出て行ってから私が入るまでの間、誰も懲罰房には入っていないはずよ。にもかかわらず、私が入った時にはすでに佐伯ミリアは死んでいた。それってどういうことですの？魔法調べようぜ。私と2人の証言には決定的な食い違いが存在する。それがどういうことなのか、しっかり議論する必要がありそうね。どんどん事件が複雑になってきた。議論についていけるのかな？エマさん。どうしたのメルルちゃん。エマさんが一人で全部を背負わなくても大丈夫ですからね。自分一人で推理する必要はありません。新しいシステム出る？時には他の人の意見をそのまま取り入れて賛成するのもいいと思います。矛盾指摘するだけじゃなくて賛成も出てくるの。わかった。やり方はこれまでと変わらないので頑張ってください。これ予想できるんだよね。メルル基本的にチュートリアルポジションだから、メルルが喋る時点でチュートリアル来るのかって感じしちゃうよね。もう一度お互いの言い分を確認することにしましょうか。私は当のハンナと夏目アンアンが出ていくのを見て懲罰房へ向かった。そうしたら中では佐伯ミリアが死んでいた。扉の鍵は開いていて、鍵は部屋の中に落ちていたわ。そんなの嘘ですわ。なんで落ち、私とアンアンさんは2人でミリアさんの声を聞きましたもの。本物？あの時ミリアさんは生きていたんですの。見てないよね。異論はない。懲罰房の前の廊下は一本道です。もしののかさんの言ってることが本当なら、ミリアさんは悲鳴を上げてすぐに殺された。むしろその悲鳴こそが断末魔だったのかもしれないのね。だとしてもおかしいわ。中には誰もいなかったもの。ならやっぱりおめえが嘘ついてんじゃねえのか。私としてはその意見を否定するしかないわね。なら、犯人はまだ部屋に隠れていたんじゃないですか？廊下とか、部屋の中とか、秘密の抜き道とかあったりして。仮にそうだったとしても、犯人はタイミングよく隠れたことになるわね。何かを私たちが勘違いしている可能性もあると思うわ。そうですね。実は勘違いだったとか、それとも3人のうちの誰かが嘘をついているとか、勘違いかな。いろんな可能性が考えられてワクワクしますね。あらあら、考えすぎも良くないことよ。
真相なんて案外シンプルだったりするんだから。一体その時何が起こってたんだろう。みんなの声に耳を傾けてみよう。検証するんだ。可能性の一つ一つを。この一連の流れ起きて、これが断末魔だとみんなが思ってる。姫、も始まった。そんなアンさ、顔を薄くなって戻ろう。これで、ミリアとアンが戻った隙に、黒目なのかが確認しに行って死んでたんでしょ。その二人の証言によって、この悲鳴で死んだのではないかってみんなが疑い向けてるけど、ミリアの声が本物かわかんないからな。とか、犯人は廊下にいた。これ賛成なんだ。犯人は廊下にいない。犯人は懲罰もいた。いない。犯人は抜け道を使った。抜け道もない。勘違いだ。二人の勘違い。二人が嘘をついてる。なのかが嘘をついてる。いや、勘違いだと思う。二人の勘違い。勘違いか？僕もそう思うよ、シェリーちゃん。何がですか？ 3 人の話が本当だとしたら、声を聞いたという状況が間違いだったんだと思う。そんなことありませんわ。だって私たち聞きましたもの。聞いたことは事実だと思うけど。ここに録音したデータだってありますわ。それは、ちょっと待ってください。なるほど。わかりましたよ、エマさん。録音したデータすらも使えるんだからね、トリックに。犯人は、宝生マー子さん。あなただったんです。いきなり行くの？これ一回疑い向けて、また誰かに疑い向けられる？あら、私が犯人なの？どういう推理なのかしら。ぜひ聞かせてほしいわ。声だからだよね。で、多分、